こんにちは。2022年の4月22日です。この動画は私のビデオブログ思い出作りです。ですね、この動画は私のビデオブログなので、最近あったことを話すんですけど、まずですね、これ結構前の話なんですが、馬の動画載せたと思うんですけど、その動画の前に、モグランピアにね、家族で行きました。モグランピアっていうのは久慈にある、水族館って、水族館なんですけど、水族館って言っていいのかな、地下が水族館になってて、あとはそのガソリン原油の工場みたいな説明があったりとか、その上の階の方にはさかなクンのものが展示してあったりとか、そういう感じのところなんですよ。でそれモグランピア行って、馬の競り行って、その後にシオン、雫石のシオンっていうホテルにですね、泊まりに家族で行ってきました。あの今の時期だけ面白いプランがあるみたいで、どの部屋になるかわからない、どの食事プランになるかわからないっていうやつなんですけど、その分安いですっていうプランがあって、だから当日行ってみなければ何も分かりませんっていう状態のものを申し込んで行ってきましたね。っていうのがもう2、3週間前の話で、その後何があったっけな。さっき写真見てて、そうそう、ですね、岩手公園の桜祭りにも行ってきました。これは家族で夜に行ってきたんですけど、あのー綺麗でしたね。綺麗でした。ただまだ出店とかそういうのが全然出てなくて、本当に桜がライトアップされてるだけっていう感じで、でもね、思ったより全然人多くて、いるなと思って見てきました。で、最初お弁当作ってて、こう桜の下で食べようかなと思ったんですけど、飲食の持ち込み現金っていうことで本当にただ見てきただけですね。でその次の日かな、次の日は今度北上の天勝地に行ってきました。天勝地も桜のもう有名スポットなんですけど、私行ったことなくて初めて行ってきたんですが、10時半ぐらいに家を出て高速で行って、ナビでは1時間ぐらいなので11時半、多少混んでても12時ぐらいまでに着くかなと思ってたんですよ。そしたらね、なんと着いたのが2時ちょっと前、もう渋滞が凄まじかったですね。平日ですよ。平日なのにそんな混むのかっていうぐらい、なかなかたどり着けなくて、困りながら、幸いね、子供は車の中で寝てってくれたのでよかったんですけどね、ほとんど寝てましたね。よかったです。あとはそうです、その天正地に着いてからですね、最初行ったら、SL のところに SL があって、それに乗ることができて、乗って、で歩いて桜の方に歩いていったら、天正鎮っていうキャラクターがいるんですよ。マスコットキャラクターみたいな人がいて、人っていうかキャラクターがいて、で子供が写真撮りたいっていうから写真撮ったんですよ。そしたらですね、その天正鎮のそばにその案内人の男性の方がいるんですけど、天正鎮が案内人に話しかけてて、そしたらですね、その案内人の方が私のところに来て「あれ駒田さんですか?」って言われて「はい」ってなってびっくりして、いやこういうお知り合いの方でみたいな、みたいになって、そしたらですね、その後 LINE をいただいて、あ、そうだったんですねっていう、まさかその天正鎮の中に入ってる人がね、私のお店のお客さんだったっていうまさかまさかでびっくりしました。そしてその後結構ね、いろんなこう大道芸人みたいな人もいっぱい来てて、その広い公園の中のあちこちでやってるんですけど、一番最初に、日光猿軍団の猿回しの人がいるところがあって、見たらもうあと5分ぐらいで始まるってこう張り紙が書いてたんで、子供とじゃあ一緒に見ようかって言って、天正寺には、私と子供2人で行ってきたんですけど、張り紙がしてあって、そして待ってたんですよ。待ってたら椅子に座ってたら「おお久保田!」って今度また声が聞こえて、えっと思って行ったら、見たら同級生のね愛子っていうやつと、その旦那さんと愛子の職場の人と、あと愛子の子供だから愛子家族に、あとは職場の同僚みたいな人が来てたんですね。で
旦那さんも子供も顔見知りだし、その職場の同僚の人も顔見知りなので、ああ、どうもどうもどうもっていう感じで、まあでもね、もうすぐにその猿回しが始まったんで、それを見てて、終わってからまあちょっと話して、そして、じゃあこの後2人でまたちょっと桜見に行こうかっつって桜見に行くわけですよ。そしたらですね、最初になんだっけな、ね、あれ、あれだ、なんかね、あの、こう、ドラム缶じゃないな、なんだ、あれ、というか、水道用のパイプのこんな太いやつあるじゃないですか。あれを、こう、バランスをとって重ねて、その上にこう立ったりとか、逆立ちしたりみたいな、そういう芸をする人がいるところにいて、子供が見たいっていうから見てたんですよ。見てて、そして、その、愛子ファミリーも、あの自分らとほぼ同時タイミングで来てるから、まあルートがねこう被るんですよね。被るから、まあ途中途中合間合間で会って、最後にじゃあみんなで写真撮ろうみたいな感じで写真撮ったっていうところで、しかもその大道芸人の人を見た時に、まあやっぱり最後の方にこう帽子みたいなものとか入れ物で、まあこれでちょっとお願いしますみたいな感じなので、うちの子供がね、ふみがお金入れたいお金入れたいって言って、だから1000円ずつ、猿回しの方とそのバランス取る方と、あともう一人、あの楽器をね一気に6個とか確か演奏するって言ってたかな。とにかくその楽器を一気にいっぱい演奏する人がいて、その人も見たいって言って見て1000円入れて、その時点で食べ物とかなんか何にも買ってないのに、ただただそういうところに1,000円ずつこうお金を入れるのがふみがねお願いする、言ってくれると楽しかったみたいでよかったです、それも。っていう感じで、それがまあ行って帰ってきて、で今週はまあ普通に仕事をしてた。今週はね、ちょっと保育園の方で、コロナの陽性者が出たということで、まあ、保育園はね、一応お休みだったんですよ。お休みだったので、まあ、保育園が休みになると、うちの奥さんも休みになる。で、まあ、会社の方でなんかそういう感じみたいだったんですけど、なのでまあ、今週はずっとね、家族で家にいたんですよ。ただ、移動、行動制限みたいなものは特になく、で、PCR 検査のしてくださいっていう案内も特にないっていうことだったんですけど、一応ですね、出たっていう日にはすぐに抗原検査を受けて、で PCR 検査も受けて、まあ、私も奥さんも全然問題なかったので、まあ、普通に仕事をしてるっていう状態ですね。はい。あのうん、まあ大変ですよね。大変だけど、まあたまにはこういうのも家族がみんな1週間家にいるっていうのも、私も家で住居兼店舗なので家で仕事してる状態なので、まあそれもそれでいいかなみたいな感じだったんですよ。そしたらね、一昨日かな、水曜日に洗濯機が壊れちゃって、排水ができなくなっちゃったんですよ。洗濯はできるしモーターとかは悪くないんですけど、排水できない状態になっちゃって、こういろいろね、なんかこうホースを逆さまから、排水ホースの逆さまからこうパイプユニッシュ入れてちょっとしばらくつけてみたりとかいろいろしたんですが、やっぱ全然ダメで、これダメだってことになって、次の日木曜日に洗濯機を買いにビッグ小島カメラに行ってきたんですね。ビッグ小島ビッグなんか合体したんですよね、小島とビッグってに行ってきたら、今まで東芝の斜めドラムを使ってたんですけど、もう10年選手、十数年選手ですねを使ってたんですが、今度買うのはもう斜めドラムいらないなってなったんですよ。まず重い、あれ一人じゃ移動できないんですよね。重すぎて。いざこうなった時にあかんってなって、もう自分でじゃあちょっとやって、ちょっとあるもの買ってきてつけようみたいなことが重すぎてまずできないし、あと
乾燥機、斜めドラムってヒート乾燥、ヒート、あれですよね。要はエコキュートみたいな仕組みのヒートポンプが内蔵されてる乾燥機。だから、電気代が安く済むみたいなのが多分売りだと思うんですけど、乾燥機能をあんまりそもそも使わなかったっていうのと、でもたまに使ってたんですよ。たまに使ってたんですけど、それでも今回乾燥機能いらないなってなっても最大のポイントは、めちゃくちゃ近くにコインランドリーができたっていうところですね。あの、しかも24時間やってるコインランドリーなので、コインランドリーって大体24時間かな。ほんとめちゃくちゃ近くにできたので、車で5分もかからないんですよ。5分もかからないから、お家の乾燥機、斜めドラムの乾燥機ってめっちゃ時間かかるじゃないですか、あれ結構。最新、新しいやつって言ってもやっぱ時間かかるんですよね。しかも乾燥できる量がかなり制限されちゃう。っていうことを考えたら、いざって時はもうすぐ近くのコインランドリー行って乾燥機回した方がもう200円ぐらいで多分そこそこの量をすっかり衣類だったら乾くと思うので、もう全然そっちの方がいいやっていう話になったので、今回は普通のね、こう昔ながらの縦型の洗濯機を買いました。やっぱり斜めドラム、値段も正直縦型の洗濯機の方が全然安いんですよ。安くていくらだったかな、8キロのやつで、配達、あと今ある洗濯機のリサイクル料金とか、全部そのもろもろ込みで割引いろいろ入って6万ちょ6万3000だったかな、確かそんなもんでしたね。あのー結構安くなったんですよ。なんかクーポンだったりとかいろいろで安くなったんですけど、それもあるんですが、買いに行ってまずびっくりしたのが、洗濯機のね、在庫がない、ほぼ、っていうことを言われて、結局買ったのは、アクアっていうメーカーなんですよね。あんまり聞き慣れないんですけど、前ね、あれ、冷蔵庫買うときに、なんか、アクアっていうメーカーの冷蔵庫もあったかな。ただ、なんかアクアの方は消費電力が結構高いので、結局冷蔵庫は日立になってっていう感じだったんですけど、なので、アクアの洗濯機の在庫だけある。日立は2ヶ月待ち。あとは東芝ちょっと1台気に入ったやつがあったんですけど、東芝はね、27日配達最短で、27だから来週の水曜日じゃないですか。で、東芝の方はいくらだっけな、1万円かに1万円ちょっとかな、1万5千円ぐらいだったかな、高いぐらいだったんですけど、あとはもう1台が展示品限りってやつがあったんですよね。それも東芝シャープだったかな、忘れましたけど、そういう感じだったんですよ。ってなった時にどうしようかってなって、まずすぐなきゃ困るわけですよ。すぐなきゃ困るので、その27日までの東芝っていうのはもう論外というかもう選択肢なくなったので、すぐ、在庫があるアクアにするか、あとは展示品限りのその東芝かシャープか忘れましたけど、どっちかみたいな感じだったんですけど、なんかね、展示品限りのやつ見た目的にあんま好きじゃないっていうのもあって、値段もちょい高、それこそ1万5千円から2万円ぐらいちょい高だったんですよね。で、普通に縦型で特にその乾燥機能とかも必要ないっていう状態だったら、シンプルに安いアクアでいいかなっていう感じで初めてアクアっていうメーカー買いました。それで昨日買って、もう翌日だから今日お届けできますよっていうことで、今日のね1時半ぐらいかな、業者さん来て古い洗濯機を持ってってくれて、よくあれ2人であの狭いところ持ってったなと思いましたけど、持ってってくれて、新しい洗濯機がつきました。一回洗濯してみたら特に何の違和感もない普通の変哲のないいわゆる洗濯機で良くも悪くも特に期待以上でも期待以下でもない満足のあるいく洗濯機でしたねっていうところです。はい。あとですね、最近ちょっと今どうしようかなと思ってるものがありまして、
ヘッドホンなんですけど、今動画作ってる動画作る時に AirPods Pro を使ってるんですよ。無線のね使ってるんですけど、やっぱりこう何時間もこう耳に入れてるとなんかこう痒くなってきたりとかするじゃないですか。でそれ嫌だなと思って、でプレイステーション5用のヘッヘッドホンがあるんですけど、それをまあたまにこう使ってたんですけど、ただプレイステーション用のヘッドホンって結構側圧が強くて、なんかね、ゲームやってる時は気にならないんですよね。多分ゲームにめっちゃくちゃ集中するから気にならないんですけど、あの動画編集してる時にちょっと側圧強くて、気になるんですよね。でなんかいいのないかなと思ってたら、この間ですね YouTube で瀬戸康史さんがオープンイヤー型っていうヘッドホンを紹介されてて、それはもう外の音が丸聞こえみたいなやつですね。AirPods Pro だったら外音取り込みモードみたいなやつとか、ソニーのやつがもうそういうのじゃないですか、外音取り込みモードみたいな感じでなるんですけど、それがAirPods Pro はすごい自然でいいんですよね。でソニーのやつはちょっとこうなんか一個膜があるみたいな感じ。ただプレイステーション用のやつは結構ほんとスカスカの普通に外の音が聞こえる感じなので、まあいいやとは思ってたんですが、側圧問題でどうしようかなというところで、それでですね、だから動画撮れてんのかな、撮れてるっぽいな。撮れてるっぽい。側圧問題があるので、なんだっけ、メーカー忘れた、忘れした。そのオープンイヤー型の Bluetooth のなんかいい感じのやつをね瀬戸康史さんが紹介してたので、ちょっとそれが今気になってますね。でなんかね、この間ケース電気に行ってつけてあったのでこうつけてみたらめちゃ軽かった。めっちゃ軽かった。最高っすね、軽くて。あれね、しかもオープンイヤーだから変な話、でも車でヘッドホンダメだよね。車でヘッドホンダメか。切れちゃった。ライトも切れた。ずっと喋ってるから、そんな感じです。それもね今悩んでます。メーカー名も型番も出てこないんで何を言ってるのかよくわかんないですけど、そんな感じでございますという動画でした。ありがとうございました。